回はフォレスターと来てるんですが、実はですね、ある方とキャンプをして、そのね乗っておられる車がなかなかね気になる車なので、そのね車をね今日は深掘りしていこうかなという風なキャンプになってます。今日はね結構固めな地面なので、この円柱型の一番ね僕が持っている軽くて細いペグを打っていこうかなと思います。いつもね使ってる同じメーカーの細さも長さも違うんですけど、山でも使うとなるとやっぱ軽いこちらのペグの方がいいかなと思うので、今日はねこっちを使って設営していこうと思います。やっぱりですね、こう山岳系のギアで設営すると一瞬で設営が終わりました。今もね30分以内に設営が終わったので、これはねやっぱいいなって改めて思います。ただね今日めちゃくちゃ暑いので、今日こそ本当に熱中症にならないかだけは注意しないといけないなと思います。でもね今日のギアはこう山岳系のガチのギアと、普通のオートキャンプの間ぐらいの装備をねちょっと持ってきたので、そのあたりを今からレイアウトしていこうかなと思います。
美味しい。夏ですね。しみる。もうすぐ待ち合わせの時間なので友人が来ると思うんですけど、もう本当にねすごくいい車に乗っておられるので非常に楽しみです。というわけでね、来られるまで待機しようと思います。お久しぶりです。よろしくお願いします。というわけで、今日はですね友人と、楽しくキャンプをやっていこうと思います。あとですね、ちょっと素晴らしい車があるので、ね、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃ高級感あるじゃないですか。ギャップがいいでしょ。ギャップですね。アウトドアっぽいのに中はすごいラグジュアリーな。座っていいですか？どうぞ。めっちゃいいじゃないですか。ちょっとまたあと運転席後で見せてください。ありがとうございます。大和道の3ですか？こうメインこう登山のバッグですか？そうですね、一番多いかもしれないですね。稼働が一番多い。そうですね、40リットル。40リットル、はい、に結構収まってる。今日はこれだけですか？そうですね、ほぼこれで一応ソロキャンプはできるようにパッキングはしてきました。ちょっと見てパッキングも、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。インナーテントあるんですね。そうなんです。はい。お、これはあのペグじゃないですか。福前の内刀。内刀、そうや。16センチですね。あ、16センチ。はい。はあ、これも山岳でも使われるんですか？そうですね。本ね15グラムぐらいなんで、はい。チタンのペグとか、はい、アルミのペグ同じ長さのものと重さ変わらないんですよ。で真っ平らなんで、はい、こう重ねた時に無駄がない。なるほど、はい、円柱よりも無駄がないと。無駄がない。なるほど。ああ、広い。これで完成ですか？そうですね。ただちょっとキャンプモードっていうのがありまして。キャンプモード。はい。あ、これは登山モード。そうです。ほう。
ほど。全部開いちゃうと、はい、逆にアルストなんか使うと風が入ってきちゃったりするんで、適度に遮る。適度に遮る、はい、確かに。しかも中もね、中はそうですシングルウォールなんですけど。ああ、なるほど、はい、だから中はシングルウォールか。はい、メッシュの換気が。ほんまや、はい、でもめっちゃ考えられたテントですね、これ。無駄がないですよ。無駄がないですね。色もいいし、機能性もいいし。ああ、軽い。しっかりしてる。よろしくお願いします。お願いします。一応なんかモノトーンな感じでね、合わせてきました。ありがとうございます、はい前回とスタッキングセット変わってますよね。そうですね。前回のやつはは燃料が中に入れられなかったんですよ。なるほど、はい、それもじゃあ入れられるようなスタッキングで。そうですね。2人のコップがあって、で沸かすコッペルがあってっていう感じでパワーアップしてます。かっこいい。これはかっこいい。これは初めてですね。どうぞ。これはお抹茶ですか？そうです。抹茶を立てました。いつもキャンプでお抹茶立てられてるんですか？甘いものと食べるときはお茶飲みたくないんですか？いや、お茶か。はい。僕コーヒーなんで、初めての体験です。抹茶ですよね。いただきます。じゃあ僕もいただきます。抹茶がどういう感じが美味しいかっていうのはちょっとわからないですね。僕もわからないです。いやいやいや。ありがとうございます。すごいな。これはすごいわ。というわけで今から出場していきます。
というわけで今ね試乗させてもらったんですけど、やっぱりね輸入車っていうのは乗り心地が違うなって改めて思いましたし、やっぱりこう所有感を満たしてくれるっていうのもやっぱりいいなと今思いました。いやー本当に迷います。というわけで、キャンプ場に戻りたいと思います。